皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。人類は、ほとんどの事柄について、8対2という比率から抜け出すことはできないと言われています。仮に8割の人が普通のことを考え出すと、民主主義というのは一般的すぎる答えが多く、将来への伸びしろが少ない国家だと言えるかもしれません。将来について、このままの民主主義が続いた場合、科学の進歩に影響を与える可能性があります。今回はそのことについて考えていきます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。人類社会の動学について議論する際、多数派が大きな影響力を持つ傾向があるという主張は一般的です。この現象は、一般的で広く受け入れられるアイデアを生成する人口の約 80% と、斬新で非伝統的な考えを導入する少数派の 20% がいるという概念である8対2比率でしばしば要約されます。この比率は単純化されたものであり、普遍的に適用されるものではありませんが、特に政治的システムの長期的な科学の進歩と社会の発展に対する影響を分析するための刺激的な視点として機能しています。民主主義の文脈で8対2の比率は特別な意義を持ちます。民主主義は多数決の原則に依拠した政治システムであり、意思決定は人口の大部分の好みに基づいて行われます。それは本質的に人々の集合的な意思を反映しています。しかし、民主主義の潜在的なデメリットは、特に多様な意見と視点が広まっている社会で一貫した一致に達しにくいことです。この概念を将来に投影し、主要な政治モデルとしての民主主義の続行を仮定すると、いくつかの考慮事項が浮かび上がります。まず、8対2の比率が持続する可能性があると仮定するのは妥当です。人口の大部分は引き続き一般的なアイデアを生成し、支持しますが、少数派は斬新で非伝統的で、時には破壊的な考えを擁護します。アイデアの工作は健全な民主社会の核心であり、議論を促進し、批判的思考を奨励し、複雑な問題に対する革新的な解決策につながる可能性があります。しかし、科学と技術の進歩に対する影響を考えると、潜在的な課題が浮かび上がります。科学とイノベーションはしばしば先駆的なアイデアに依存し、現在の知識の境界を押し広げ、既存の状況に挑戦することです。8対2の比率に影響を受けた民主主義システムで、この進歩は障害に直面する可能性があります。多様な意見の数が意見の相違、議論、そして時には行き詰まりをもたらす可能性があるため、大胆な科学的取り組みに資金と政治的な意思を割り当てることが難しくなります。このシナリオは民主主義の価値、多様な思考、個人の権利の保護の重要性を否定しないものの、合意主導の政府と科学の進歩のペースとの間の潜在的なトレードオフを考慮する契機となります。それにもかかわらず、8対2の比率の影響は全ての分野で均等ではありません。科学の一部は引き続き反映し、アイデアの活発な交換から利益を得るかもしれませんが、他の分野は必要なサポートと資金を確保する際に課題に直面する可能性があります。民主的な価値観と科学の進歩の追求との間の不可避の緊張を考慮する作業は、今後の数年間において、社会にとって定義的な課題となるでしょう。結論として、8対2の比率は単純化された概念ですが、多様な視点の利点を活用しながら、科学とイノベーションが民主的な複雑さにもかかわらず、発展できる環境を築くことが必要です。合意と意義の両方が尊重される環境を育むために、民主的な意思決定と科学の進展を調和させることは、
今後の社会にとって特定の課題となるでしょう。皆さん、今回の未来予想2045の旅はいかがでしたでしょうか？私たちのチャンネルをご視聴いただき、本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え、語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045を応援していただければ幸いです。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しかったです。ありがとうございました。